佐藤拓磨を一言で表すと変人だと思います。たくみんの次好きなところはどこですか？記憶力がいいから僕の外付け HDD とか思ってます。朝のルーティンは何ですか？朝は必ずコーヒーを飲んで、温かいシャワーの後に必ず冷たいシャワーで、一説なんですけど免疫力が上がると自律神経が整うっていうのが、本見たので、それをずっとやってます。最近聴いてる曲はケイタからおすすめされたゾーンさん ZORN って書くこうヒップホップの方なんですけど、どうしてヘアバンドやめちゃったんですか？またヘアバンドたくまさんみたいです。本当ですか？もうちょっと髪伸びたらやろうかなと思います。タイト選手はヘッドバンドお揃いにしないんですか？お揃い期待してます。そうですね、僕が外したタイミングでタイトさんやってたんで、お揃いになるようにうまく調整していきたいと思います。バスケ人生で自分が一番かっこよかった自分のプレーは何ですか？千葉の時のチャンピオンシップ優勝した時のセミファイナルですね、沖縄戦ですかねのダイブですかね。シュートの回転が斜めなのが気になります。僕も何度打っても回転治らなかったんで、僕もなぜなのかわからないですね。はい、次。今までアームスリーブとかつけてない印象強かったんですけど、急につけ始めた理由はありますか？僕が滋賀にいた時にずっとアームスリーブつけてて、初心を忘れないっていう気持ちを思い出すためにっていうのももちろんありますし、なんかちょっとかっこよかったっていう感じですね。試合前に必ずすることは何ですか？ひげ剃りと鼻毛を刈ることです。次、とろろ好きですか？好きです。次、大倉壮太君と初めて会った場所は、船橋アリーナ船有の練習場ですかね。だいたい後輩ってはじめまして、これからよろしくお願いしますみたいな感じじゃないですか。俺確かね、俺から話しかけた気がする。で、こんにちはーすって言われて、とんでもねえやつだなって思った思い出があります。最近トカピと連絡取ってますか？多分最新の LINE はね、ゆうきさんが札幌歩いてる時に僕の父親と会ったよっていうので、なんか電話前来ましたね。次行きたい国、行ったことない大陸に行きたいんで、ちょっと南米大陸かアフリカ大陸に行きたいですね。気分転換や切り替え、ストレスの発散方法を教えてください。散歩、読書、ひたすら寝ることですかね。95年組の仲良しエピソードがあれば教えてほしいです。おのおのの家で LINE 電話つなげながらよくゲームしてます。好きな NBA のチームはありますか？初めて NBA の試合見たのがレイカーズとサンダーで、やっぱりレイカーズの結果を大体いつも見ちゃいますね。八村塁君もいるのもあるし、レブロン・ジェームスもいるし、当時僕高校の時に、アメリカ連れてってもらって、トレバー・アリーザとか普通に LA の街歩いてたり、あとデイビッド・ベッカム夫妻がなんかステーキハウスみたいなご飯食べてて、たまたまなんか同じ店だったんですよね。もうデイビッド・ベッカムさんはめちゃくちゃかっこよかったです。95年組でやりたい企画、ゲームしてるのをちょっとやりたいねって話はしてるんですけど、見たいですかね。スッサンが移籍してから一緒に遊びに行ったりご飯食べに行ったりしましたか？単しゃぶのお店に連れてってもらって、そこでちょっと近況だったりちょっとした悩みだったりとかを相談しましたね。自分を動物に例えると大体なんかキリンとか馬とかアルパカとか、なんか顔が長い動物を言われることが多いんですけど、中身は結構肉食系かもしれないですね。タケト君のどこが好きですか？タケはもうほんとまっすぐで熱い心を持ってて、すごく性格が良くて、吸収できること全部しようとするところ、すごくチームメイトとして気持ちがいいというか、バスケットに向かう姿勢がめちゃくちゃかっこいいなと思います。あと体がめちゃくちゃ彫刻のように綺麗なので羨ましいですね。北海道でおすすめのご飯屋さんはジンギスカンのだるまってとこは僕は好きですね。
試合で一番気持ちが熱くなるのはどんな場面ですか？4クォーター残り5分とかで勝負を決めるシュートをみんなで作ったりとか、自分が決めれたりとかした時ですかね。大切にしてる言葉ってありますか？国石流水っていう言葉で、嫌なこと起きたらそれは全部水に流して、受けた恩は石に刻めっていう意味なんですけど、その言葉が好きですね。シュート練習の時に気をつけてることはありますか？自分の一番気持ちいいリズムで、フォームで打てるようにしてます。プロバスケ選手じゃなかったら何の仕事してる？家が好きなんでおうち関係のことをしてると思います。バスケ以外でやってみたいスポーツは、サッカー昔ちょっとやってたんですけど、サッカー極めてみたかったですね。ゆうきさんと仲良くなって意外だったことは何ですか？天才だったなっていう、意外ではないけど天才だなって思ってたけど、みんなでどっか出かけるとかなった時にめちゃくちゃ予約とか全部やってくれる、そういう男気的なところですかね。あとチームメイトを結構巻き込んでチームディナーだったり、試合後に全員分のピザを届けてくれてたる手配をしてくれてたんで、そういうところが意外でした。高校卒業して来月に大学入学するんですけど、人見知りでどうすればいいですかね？助けてください。やっぱりお互いの共通したものを見つけるのが一番仲良くなるきっかけだと思うんで、仲良くなりたいと思って自分をまず出すっていうのも大事だと思うんですけど、相手の話を聞くっていうのが一番いいのかなっていう僕なりの答えです。名前の由来、タクマの由来は、タックが優れる、優れるに磨くって書くんですけど、もう本当優れるものをさらに磨くっていう意味で自分の父が、つけてくれました。バッシュはその日の気分によって変えてますか？いつも可愛くて気になります。ハーデンを履いてるので、最新バージョンも、はい、すごく履きやすくて、デザインは結構派手なやつも結構好きなので。見本にしてる選手はいますか？八村塁選手のドライブした時のえぐるようなところとか、体の使い方はすごく参考になるので、身体能力とかそういったものを注目されがちですけど、基礎的なファンダメンタル、止まれるところとかの最高峰じゃないかなってやっぱ思うんで、参考にさせてもらってます。好きな食べ物、嫌いな食べ物、キムチ鍋と焼肉。嫌いなのは高野豆腐ですね。斎藤工の赤ちゃんすぎるエピソードを教えてください。バスの時にいつもヨギボーみたいなやつでこうやって寝てる時の唇が赤ちゃんにしか見えないですね。あとゲームしてる時にめちゃくちゃ手汗かいてるところは必死なんだなって思います。ファンクラブに入ったら何かいいことありますか？ LINE で僕と話せます。ファンクラブの方限定のイベントとかに招待できたりします。どうしてそんなに肌がツヤツヤなんですか？何の美容液使っていますか？もともとケアしたことしてないんですけど、両親が肌綺麗なんで多分それが一番なんですけど、毎日パックはした方がいいって昔言われて、パックは最近毎日するようにはしてますね。中学を卒業したので祝福してほしい。おめでとうございます。JK になるので何かアドバイス欲しいです。いや本当に今の時間帰ってこないから、今をめちゃくちゃ全力で楽しんでほしいです。仕事の都合で4月から名古屋に引っ越します。名古屋に来てよかったなと思うことはありますか？全部距離が近くて何でも揃ってるんで、僕はちっちゃい日本って言ってます。高身長な拓磨さん、お父さんお母さんの身長気になります。父が180で母が172ぐらいですね。好きな教科は社会です。なんで刈り上げないんですか？FJ ストレングスさんですね。古谷潤さん、アルバルクのSC コーチの方ですね。僕をちょっと刈り上げに戻さないでください。髪切ってほしいなとか思っちゃうけど、今はめっちゃかっこいいです。どっちですか？